皆様こんにちは。クレイアート作家です。今日はヨーグルトの空き容器を使って植物も喜ぶ水切れの良いおうち型の多肉鉢を作ります。それでは行ってみましょう。屋外でね使用可能な日向ぼっこという粘土を使います。で、このねヨーグルトの空き容器、これをそれからこれをちょっとこう重ねるのでホッチキスと、それから表面に塗るプライマーですね。プライマーを塗ってからザラザラベースを2回は塗ってほしいな、3回ぐらいかな。でしっかり塗ってもらってから粘土の作業をします。色塗りはアクリル絵の具の焦げ茶と赤茶とブルー、接着はこの F600 っていうやつをいつも使ってます。で、作業するのに7本針からね、細工棒、それでハサミ、櫛はね櫛として使うんじゃなくって、窓ガラスのこの四角いところの片押しとしてこの四角く なってるところを使います。なんかお箸の背中とかでも代用できると思います。さあでは土台を作っていきましょう。このヨーグルトのこの、入れ物ですね。まずはそこに目打ちで穴を開けます。で多肉用の鉢なので多めに大きめにこれ開けています。はい、これぐらいでいいかな。ではこの本体をハサミで切ります。だいたいね真ん中ぐらいかなのところをこうハサミで切っていきます。刃先さえ入ればね、もう柔らかいのでサクサクと切れますね。でこれをこんな感じに重ねて、でずれないようにホッチキスで留めます。でちょっとハサミでねガタガタになっているところを軽く整えてやりましょう。はい、これで土台が出来上がりました。表面に先にプライマーを塗ってあります。でその上からザラザラベースを 2,3 回塗りましょう。
はい、では粘土の作業に入ります。粘土をこうやって棒状に伸ばして、最初にこの屋根の部分を作っています。一番ね、てっぺんの部分に粘土をこう乗せるので、ぐるっと回るだけの長さに伸びたら、このヨーグルトの容器の一番この上の部分ですね、この端っこのところ、さっきハサミでね整えた部分ですけれども、ここにたっぷりボンドを塗ります。はい、粘土を上に乗っけて接着していきましょう。ぐるっとね乗せます。多い部分はハサミでカットして整えます。はい、ここで取り出してありますは7本針。7本針でこう押さえながらね、ちょっとギュッとこうね模様をつけていきます。ここね一周全部7本針で押さえます。はい、こんな感じで一周できました。はい、こうつまみながらね圧着しましょう。はい、次は窓を作ります。伸ばし棒でねこうやって伸ばしてやって、でこの四角い部分を押し付けて、ね、田んぼの田の字を書くように窓の部分を作っていきます。こんな感じね。ちょっと分かりにくいかな。これでね窓ガラス2つの窓を作ったんですけども、周りを1ミリぐらい残してハサミでカットします。はい、こんな感じでね窓2個できました。これを接着していきましょう。はい、では本体の方に窓をつけるうちにねボンドを塗ってやって接着しましょう。最初ちょっとねこうやって、窓を置いたんですけれども、こう置くと今度ねドアの位置がちょっとなくなってしまうので、
窓は付け直しですね。もうちょっと離してね、窓2個を離して、で中央に扉が来るように配置し直しました。はい、粘土を今度はドアをね、今から作ります。薄く伸ばして、で長方形にカットします。細工棒でこうスーッと線を入れたりしてね、こうウッディなドアの感じを表現しています。丸く丸めた粘土をドアノブとしてこうやって接着します。さあどの辺の位置にするかなと悩んでおりますが、大体のところで決まったのでボンドをたっぷり塗って接着します。こんな感じでドアがついたので、ドアの周りにドアフレームですねをつけます。はい、屋根がついて窓もついてドアもついたので、細長くした粘土に細工棒で筋目を入れていきます。これ作ってから思ったのですが、今ここで筋目を入れないで細長く伸ばした粘土を先にヨーグルトの容器の方に接着してから筋目を入れた方が美しい仕上がりになったなと思います。このまま接着したいと思います。ここにこうね、ぐるりとちょっと足りなかったかな、長さが。これを裏に持ってきて、で粘土をまたちょっと足してやりたいと思います。まずは今ある分を接着します。ちょっとドアの位置がねいまいちだったんで、これも後からつけます。はい、一番下の段のところにボンドを塗って粘土を接着します。さあじゃあこれしっかりね粘土をつけていきましょう。はい、ちょっとさっきこの一番下の段をつけるのに邪魔だったので取り外したドアをもう一回ねボンドつけ直して接着します。はい、こんな感じでねドアもつきました。でドアの周りにドアフレームをつけます。粘土を細長く伸ばして
でこのドアの周りにね粘土を塗って接着しましょう。さあいるところまでね使って残りはハサミでカットして、でこう細工棒を使って圧着していきます。はい、こんな感じかな。だいたいできましたね。ではしっかり乾燥させてから色塗りをします。はい、ではちょっと白壁にしたいのでね、白の絵の具を全体に塗ります。スポンジでねこうやってねはたいて白を塗りましょう。さあでは屋根を塗っていきます。屋根は、茶色焦げ茶とそれから赤茶を水でね薄めに溶いてやってから、まずはこのね焦げ茶を間隔を空けながらね色をのせていきます。赤茶もねこうやって今度は空いたスペースの白い部分を赤茶で埋めていきます。ドアの部分をこう焦げ茶と赤茶をこう混ぜてね、その色で塗っていきます。はい、ドアフレームのところもね茶色く塗ってウッディな感じにね仕上げましょう。一番下の段のところを焦げ茶で塗ります。
窓ガラスの部分に水色を塗っておきます。この後窓の3をね、油性ペンでキュッキュッキュッと描くので、しっかりと乾燥させます。はい、では窓ガラスのブルーがしっかり乾いたので、窓の3の部分を割って油性ペンで描いてやります。いい感じですね。ではこれにトップコートを塗っていきます。全体にトップコートを塗って乾燥したら完成です。じゃーん、出来上がりました。いいですよね。この横長っていうんですか、オーバル、この形って結構多肉のね寄せ植えを入れてやるにしてもね、入れやすい、生えやすい、そういう形です。さあ、いい感じに出来上がりましたね。これ普通だったらね、ゴミとして出てたやつが多肉用の鉢に生まれ変わるなんて。かわいいのできましたね。また次の動画で会いましょう。